はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。今回はですね、高校数学全パターン化奇跡領域編、ついに完結ということで、この動画を見て初めて奇跡領域を完璧にマスターしたというふうに言えるわけですね。で、この動画では順増法について扱っていくんですけど、順増法かなり多くの人がなかなかよくわかんなくて、結局あまりよくわかんないまま受験本番を迎えるっていう方がすごく多いと思うんですけど、この動画ではどこの教科書にも載ってないような切り口で順増法を理解していくというわけなので、ものすごく面白いんじゃないかなと思います。定数分離っていうものを順増法と組み合わせる。そのことによって今まで話してきた存在条件っていう枠組みの中ですんなりと順増法が理解できると。いろんな教科書では逆増法と順増法を別物として扱ってたと思うんですけど、それだと柔軟性っていうものが失われてしまうので、僕はその存在条件の中に順増法を入れるという方法で今回解説していこうかなと思います。しかもその後に奇跡領域と関連して最大最小問題、その何かの最大値を求めようみたいな問題、それとパラレルに対比させてあげることによって相互にものすごく力がついていくと。最大最小問題が分かるから奇跡領域の問題もどんどん分かるようになるし、奇跡領域の問題が分かるから最大最小の問題もどんどん良くなる。その相乗効果が狙えるので、それについてもお話していこうと思っています。なのでぜひ最後まで見て数学力の底上げっていうところをしてもらえたらなと思います。ということで早速やっていきましょう。はい、それではやっていきましょう。高校数学全パターン化奇跡領域編、最後は順増法の考え方についてということですね。これ何回も出てきてる奇跡領域の完全パターン化の全体像ですけど、まずは奇跡上の点をラージ X ラージ Y と置いて、ラージ X ラージ Y の関係式を作るというわけですね。で、その後にパラメータが出てきたら、ラージ X ラージ Y の関係式を作りたいわけだから、そのパラメータを消去する。いや、違う。パラメータの存在条件を考えるっていうことが正しかったというわけですね。その時に、ラージ X ラージ Y っていうのは、なんか代入されてて、出てきたパラメータっていうものが存在しますかっていうふうに考えるというわけですね。つまりパラメータを変数としてみて、その変数パラメータ t が存在するような定数、ラージ X ラージ Y の関係式を求めるっていう方向で考えていくということを話しました。で、その時に同値性を意識するとうまくいくよという話でしたね。で、今回話したいのは順増法。今までの逆増法だけでいいじゃんっていうふうに思うかもしれないんですけど、実は順増法じゃないとなかなか解けないような問題だったりもあるんですよ。で、順増法、一応一文字固定的な見方というふうに教科書的には言われるということなので、その順増法について説明していこうと思います。ということで、まず例題を通して見ていきましょう。問題。次の範囲で t が動くとき、直線 y=2tx-2 乗の通過領域を求めよう。括弧1全実数。括弧2 t の絶対値が1以上。ということですね。全実数の方はもう問題ないですよね。で、一方で、じゃあ、この t が全ての値取るわけじゃなくて、t の絶対値が1以上、すなわち t が1以上か t がマイナス1以下かの場合しか動かない。要は0とかは t はないくて、この t に1を入れた場合、2入れた場合、3入れた場合みたいな感じで、で、マイナス1とか入れた場合で、この範囲でしか t を動かさないで、じゃあどういうその直線の通過領域になるかっていう風な問題があったとします。じゃあまずこれを今まで通り解いてみましょう。まず括弧1の方、何するか。もちろん大丈夫ですね。領域内の点をラージ X ラージ Y と置いて、ラージ X ラージ Y の関係式を求める。そうすると、このラージ X ラージ Y、ここに代入した値が出てくると。で、はい。ラージ X ラージ Y 以外のパラメータ t があるから存在条件を求めてあげる。で、そのパラメータ t が変数なので、このように t について解いてあげる。ラージ X ラージ Y 定数ですね。で、こいつを見てあげて t が存在すればいいので、当然4分の d を取ってあげます。判別式を取ってあげるわけですね。そうすると、x2 乗引く y が0以上になるので、x と y を戻してあげて、整理して戻してあげると、y 小なりイコール x2 乗と。こんな感じになるわけですね。で、境界は含むと。じゃあ、括弧にはどうやって解いていくか。括弧には、もちろん、領域内の点をラージ X ラージ Y と置いて、ラージ X ラージ Y の関係式を求める。全く一緒ですね。それをすると、はい。t2 乗 -2 ラージ xt プラスラージ y イコール0。これはさっきと同じですね。かつ、今度は t が1以上っていう条件が入ってくるんですよ。とすると、これを満たすような t が存在するようなラージ x ラージ y の関係式を求めてくださいねってことですね。これどういうことか。もうわかりますよね。t2 乗 -2 ラージ xt プラスラージ y イコール0。この二次方程式が、絶対値 t が1以上に解を持つようなラージ x ラージ y を求めると。つまり、解の配置問題なんですよ。
で、解の配置問題ってことはグラフで考えるってことですね。グラフで考える。解の配置問題だからグラフで考えましょう。その時に必要になってくるのが単点軸判別式というわけですね。つまり、ここに t 軸があって、この縦に t2 乗 -2 ラージ xt プラス y っていう値を取ってあげると、グラフができるわけですよね。この軸はラージ x と。で、t の絶対値が1以上のところに解を持ってばいいので、今、ここの赤で書いた部分、そこをグラフが通ればいいってことなんですよね。じゃあそのグラフを通るように考えていくんですが、どうやって考えていくか。いろんな考え方があって、例えば単点で考えていってあげましょう。単点で考えていってあげると、f-1 が0以下の場合と。その場合は t が-1以下の部分で絶対当たりますよね。こんな感じで。こんな感じで絶対当たると。ここにあると。まあ、次は他わかんないですけど。で、他には、f1 が0以下の場合も当然ここに当たりますね。1以上のところに当たりますね。はたまた、この-1より小さいところに2箇所当たる場合がありますよね。それは、すなわち f-1 が0以上かつ軸の部分が軸 x ですね。ラージ x が-1以下かつ判別式 d が0以上と。さらには、この t が1以上のところで2箇所ぶつかることもありますね。こんな感じか。かつ、で、軸が1以上、判別式が0以上と。これをすべて求めてあげて、図示してあげれば答えが求まるっていうわけですね。どうでしょう。まあ一応できなくはないけど、めんどくさいですよね。まあめんどくさい。まあもちろんできなくはないので逆造法のままでもいいんですけど、問題によっては逆造法でできない問題も実はたまにあったりする。ほぼないですけど、たまにあったりする。でも、逆造法で解くとめっちゃめんどくさくなるっていう問題は結構あったりするんですよ、意外と。ということで、別の考え方をしていきたいなというわけですね。どうやって考えるか。ちょっと一旦話をずらしましょう。やっぱそうなんですよ。東大生って結構いろんなこと考えたりするから、あっち行ったり思考があっち行ったりこっち行ったりするんですね。だから結構話があっち行ったりこっち行ったりしがちで、実は僕中学3年生の時、渋谷に初めて行った。じゃあ一旦話をずらして、x2 乗 -2x k イコール0が、x 絶対値2以上に解を持つ k の範囲はっていう問題があったとしましょう。これ普通に簡単な二次方程式の解の配置問題ですね。よくある問題。これどういうふうに考えますか？まあ、解の配置問題だから、単点軸判別式だっていうふうに考える。まあ、これは別に悪くないんですけど、ちょっと単点軸判別式から離れてあげましょう。どうやって考えるか。定数分離。これを、まあ、×とは言わないんですけど、×というふうにしましょう。っていうのも、印象に残りやすいためですね。×。で、定数分離で見てあげると。これすごく定数分離に向いてる形ですよね。すなわち、x2 乗 -2x イコール k っていう風に、マイナス k の部分を移行してあげれば、y イコール x2 乗 -2x と y イコール k の共有点の x 座標という風に見れるようになるわけですよ。つまり、グラフを書くと、これが y イコール x2 乗 -2x のグラフですね。0と2を通ると。で、あとは、この y イコール k っていうのは、こうやって横から当てていくというわけですね。この当たる部分っていうところが当たる部分の範囲を考えてあげればいい。つまり、k っていうものが、ここの単点の-1より上と。な場合に良いというわけですね。で、この定数分離の考え方って、結局は解の存在条件と一緒ですよね。これはどういうことかっていうと、こうやって当てていくってぶつかってるところ、ぶつかるってどういうことかっていうと、ぶつかるイコール、それを満たすような X が存在するって言ってるのと同じなんですよ。ぶつかるから存在するっていうわけですね。だから定数分離2つのグラフを見て、ぶつかるところはどこかな？k が-1以上だったらぶつかる。ぶつかる？つまり、X が存在するっていうふうに言えるわけなんですよ。つまり、共有点の X 座標と見る。すいません。今回は X の絶対値が2以上でしたね。ということで、x の絶対値が2以上だから、ここか、ここの-2、ここの部分でぶつかるっていう風な問題だったので、k が-1じゃなくて0でしたね。この0以上だったら、2以上か-2以下の部分でぶつかりますよね。ぶつかれば存在する。この範囲に解を持つっていう風に言えるわけなんですよ。存在条件を求めて。しかも、これって、この考え方って、実は、
この y イコール x2 乗引く 2x のこの範囲における最小値、はたまた最大値を求めるのと一緒じゃないですかね。このぶつかるって言った場合に最小値と最大値を求めてるに他ならないんですよ。まあもちろんそれが連続だからその部分で全ての値を取り得るからっていうことなんですけど、要は y イコール x 分の1みたいにちょっと非連続な部分があると必ずしもそうは言えないんですけど、連続である限りは最大と最小を求めてるに他ならないんですよね。今回は最大が無限大で最小の部分が0だというふうに言えるので、0以上っていうふうに言えるわけなんですよ。言い換えると、まあこれは x2 乗 -2x の最大最小を考えるのと同じ。つまり、ポイント。解の配置問題っていうのは結局は定数分離して最大最小に帰着。これでも解けるんですよ。これって実は同じものなんですよね。解の配置問題。定数分離して最大最小問題に帰着っていうのは解の配置問題と一緒。すなわち、解ってどこにあるかなっていう時に最大定数分離をして、その範囲、定数分離したもののグラフが固定されてる方の最大最小を見てあげると、それによってぶつかってるかぶつかってないかっていうところの基準にしてあげれば、結局は存在してますかっていうところに行くわけですよ。解の配置問題は、その解は存在するための条件を求める。その解が存在するっていうのは、グラフとグラフがぶつかるっていうふうに言えるので、結局はこれが言えるわけですね。これが分かれば、もうすべて順増法はマスターしても同然ですね。本文で言うと、この t2 乗 -2 ラージ xt プラスラージ y イコール0が、この範囲に解を持つラージ x ラージ y を求めるっていう見方をしてもいい。だけど、それを、このラージ y について、定数分離的に見てあげると。ラージ y イコール、マイナス t 乗プラス2ラージ xt として定数、このラージ y を分離してあげるっていう話ですね。こいつを分離。何回も言いますが、ラージ x ラージ y を代入してるので、ラージ x もラージ y も定数なんですよ。で、変数は t だけ。ということで、ラージ y っていうこの変数を一箇所分離してあげてるってわけですね。そうすることによって、y イコールラージ y と y イコールマイナス t 乗プラス2ラージ xt。こいつのグラフがあって、y イコールラージ y をこうやってぶち当ててあげてるっていうイメージでできるわけなんですよ。で、実質的に、じゃあラージ y の範囲はって言われたら、この右辺の部分の最大最小で決まるっていうわけですね。この流れ分かりましたかね？じゃあ、今のを踏まえて、この問題をもう一回カッコ1から解いてみましょう。まず、ラージ y イコールマイナス t 乗プラス2ラージ xt として見ると。要は、ラージ x ラージ y で t の変数だから、ラージ y を移行したくなるんですけど、今回は定数分離的に考えて、ラージ y っていう定数を片方に残してあげるというわけで、あとはこいつのグラフとこいつのグラフをぶち当ててあげるわけですね。そうすると、これを満たすラージ x ラージ y が存在するには、ft がイコールこのマイナス t 2乗足す2ラージ xt の地域内にラージ y があればいいというふうに言えるわけですね。こいつの範囲の中にラージ y があればぶつかるよっていうふうに言ってるわけですよ。ということで、こいつはもちろん平方完成してあげるとこんな感じになるので、こんな感じになりますよね。ft のグラフは。とすると、ラージ y の値は x2 乗より下だったら絶対ぶつかるよっていう話なんですよ。だからこれがラージ y は x2 乗以下の場合存在するよっていうふうに言えるわけですね。こんな感じでカッコにもやっていきましょう。カッコには ft がこれ変わらないんですけど、その t の絶対値が1以上っていう範囲で t が絞られた時に、その地域内にラージ y があればいいというわけですね。じゃあこれどうやって考えていくかっていうと、はい。もちろん最大最小問題なんですけど、ここで注意しなきゃいけない。ここにラージ x ってありますが、これって、まあ扱いに困りますよね。でも実は簡単。見方はラージ x には定数。つまりラージ x は定数だから、例えばですよ。y イコールマイナス x2 乗プラス 2x、括弧 x の範囲は0から1の最大最小を求めようって言ったときに、これもう教科書の A 問題みたいな、めちゃくちゃ基本問題ですよね。このめちゃくちゃ基本問題と同じ、この A と同じノリでやってあげればいい。この時どうやったかっていうと、A の範囲によって倍分けしましたね、最大最小。それと同じことをここでやってあげればいいっていうわけなんですよ。ということで、まあもう答えちょっとここに書いちゃいましたけど、ft イコールこの形で見てあげて、t の絶対値が1以上。これどうやって見てあげるかというと、この t がマイナス1から1の範囲を動くんですよ。で、これ最小問題って言ったら、この軸の部分、t イコールラージ x と、この範囲について考えてあげればいいと。だから、例えばラージ x がこの赤の範囲に入っていたとしたら、こんな感じで、結局、こう、ラージ y を当てていったら、ここの頂点の部分以下っていう風になりますよね。つまり、ラージ x がこの1の絶対値が1以上
の場合、すなわちこの赤に入っているときは、ラージ Y っていうのはこの頂点より下の場合にぶち当たると。一方で、頂点がこの中にある場合っていうのを考えてあげると、それっていうのは、ここかここ、すなわち t がマイナス1か1の時に最大となるということがわかる。じゃあその境目はつったら、ラージ x イコール0よりこっちかな、こっちかなっていうので分かれるっていうことは、二次関数の最大最小問題をやってれば分かるはずです。なんで、マイナス1から0の範囲にあるときは、この f-1 よりも小さくなってると。f-1 が一番大きくなってる。だから、ラージ y っていうのは f-1 以下で求まる。逆に0から1の場合は、ラージ y が f1 より小さいと。f1 の時が一番大きくなりますね。こういう時は、ここが一番大きいから、こうやって横から横にぶち当ててあげると、ここで一番最初にぶつかって、これより下の場合は常にぶつかるよっていうふうに言えるので、こんな感じになると。ということで、答えが求まる。実際に書いてあげると、y と x を、ラージ x とラージ y をスモール x とスモール y に今戻します。マイナス1から1の間の時は、マイナス1以下だったり1以上の場合は、この y イコール x2 乗よりも下と。一方、マイナス1から0の時は、マイナス 2x-1 より下なんですね。だから、ここのマイナス1を取って、こうなると。一方、0から1の時は、2x-1 より小さいから、これより下。だから、これが求める答えですね。境界を含むと。こんな感じなんですよ。ということで、奇跡領域完全パターン化全体像っていうところにもう一回戻ってあげましょう。まず、xy と置いて関係式を作るけど、パラメータが出てきたら存在条件を考える。ただその存在条件を考えるときに別の見方ができるわけですよね。っていうのが、ラージ y イコール ft っていう風に見て、これを y イコールラージ y、y イコール ft っていう形で見て、定数分離してあげる。すなわち、y イコール ft、この ft の部分の最大最小に帰着させることで、ラージ y の範囲が求まるよっていうこと。つまり、その ft のグラフを考えてあげたときに、y イコールラージ y っていうのをバーって当ててあげて、そこでぶち当たれば、その t が存在するっていうことなので、じゃあ当たるとこどこかなっていうふうに考えたら、結局は ft の最小と最大を求めてその間っていうふうに考えるっていうのと一緒なんですよ。だからこそ存在条件を考えるっていうところの中に順増法が入ってくる。よく教科書的には順増法と逆増法っていうのを別軸で考えてると思うんですけど、これだと結構混乱する方が多い。むしろ逆増法的にまず代入してあげて、それを見て、その存在条件を求めるっていうところから柔軟に順増法に行き来できる方が、より自由度が増しますよね。普通に逆増法までパターン化で見てあげて、そこから存在条件を求めるっていう時に初めて、その存在条件の求め方っていうところで定数分離っていう考え方を持ち出してくる。そうすれば、ラージ y イコールっていうそのままの形でやってあげて、右辺の最大最小を求めてあげればいいんだな。っていうことで順増法にやってくるっていうわけですね。こんな感じなんですよ。こういう風に考えることで柔軟性が出ますね。その逆増法で最初考えてうまくいかないって逆増法の先まで行って順増法別だったらまた頭から考えなきゃいけない。違う。逆増法まで行ってそこから順増法に平行移動してあげる。そうすることによってもう完璧に全てが繋がって理解できるようになるというわけで僕はこの考え方を提唱します。で、一応、大体直線の式とかって大体ラージ y イコールなんとかみたいな感じで表されるじゃないですか。なので、基本的に順増法っていうものは常に使える場面がめちゃくちゃ多いんですよ。だから、y イコールなんとかっていうのがあって、t が動くという場合には、もうそのままラージ y イコールって置き換えて、その y を動かさなければ、もうそれだけで右辺の部分の最大最小っていう風に考えられると。だから、そこの逆増法と順増法の考え方っていうものは割と柔軟に考えてあげるという風に逆増法がダメそうだなと思ったら順増法に流してあげるっていうその柔軟性を持たせてあげるといいかなと思います。一応補足ですが FT って言ってますけどその中にラージ X ももちろん含まれてますね。ただあえて FT と書いたのはラージ X は定数だからですね。定数だからそのラージ X の範囲によってこの範囲だったらその最大最小はこうみたいな感じで分かれていくという感じになります。これで奇跡領域完全パターン化終了なんですが、ここでもう一つお話ししようと思います。最大最小問題と奇跡領域問題、これを対比してみてあげましょう。そうすることによって、いろんな世界が見えてきます。例えば、x-1 分の x2 乗プラス 3x の地域を求めようっていう問題がありますよね。これって結局最大最小問題と一緒。
どうやって考えるか。で、これをどうやって求めたらいいかっていうことなんですけど、これ奇跡領域の問題とパラレルに考えてあげましょう。奇跡領域の問題っていうのは、よくわかんない領域を求めるときに、ラージ X ラージ Y と置いて、そのラージ X ラージ Y の関係式を出すわけですよね。同じように、こいつも、イコール K って置くんですよ。ラージ X ラージ Y って置いたのと同じで、イコール K って置いて、その K の範囲を求めよう。そのラージ X ラージ Y の関係式を求めようと同じで、K の関係式。K の関係式、例えば、これも K の関係式ですよね。こんな感じで K の関係式を求めてあげれば、それがそのまま地域になるというわけですね。で、その時に、他のパラメータが出たら、もちろん、そのパラメータの存在条件を考えてあげる。これも式立てましたね。K の範囲を求めたいんですけど、K 以外に文字 X が出てきますね。だからそのパラメータ X の存在条件を求める。これそのまんま奇跡領域問題と一緒ですよね。じゃあどうするか。分母を払ってあげて、x23 プラス 3x イコール kx-k になりますね。で、あとはこの x が存在するようにする。だから x について解いてあげる。なぜなら k が定数で x が変数だから。で、こういう風に解いてあげると、もちろんあとは d を取ってあげると。判別式取ってあげて、こいつが0以上。で、k2 乗引く 10k プラス9になって、因数分解するとこんな感じなんで、k が1以下、k が9以上と。これまたはこれっていう風になるわけですね。もう完全に奇跡領域問題とパラレルじゃないですか。で、この考え方ってまさに逆造法ですよね。逆造法スタートなんですよ。で、本来はこれが最大最小問題の本質。存在するイコール k と置いて、その k 以外のパラメータ x が存在するような k の範囲を求めてあげるっていうのが本質なんですよ。最大最小問題の。すべてこれ。これでできるんですね。なるほど。だからこそ、例えばよくあると思うんですけど、x2 乗プラス y2 乗イコール16となるとき、x プラス y のマックス、ミニマムを求めようみたいな問題ってあるじゃないですか。この時に x プラス y イコール k と置いて、y イコールマイナス x プラス k にして代入して、x の判別式を取るみたいな感じでやるじゃないですか。なんか最大最初なのに急に、こういう、イコール k って置いて、存在条件を求めて、みたいな、なんか嫌だなみたいな、なんかよくわかんねえなって思ってるかもしれないんですけど、本来はそっちが正しいんですよ。他にも、例えば、線形計画法で x プラス y の範囲を求めようって言われたら、領域をまず書いて、y イコールマイナス x プラス k をこうやってガーって当ててって当たったっていう時に、そこがマックスとミニマムっていう風になっていくじゃないですか。でもその線形計画法も一緒ですよね。ぶつかったっていうのは結局は存在するっていうこと。で、x プラス y イコール k っていう風に置いて、その x と y が存在するような k の範囲を求めてあげる。x と y が存在するからそれはぶつかるとき。みたいな感じでできるわけなんですよ。だからもう本質は全部これ。これなんですよね。だから、最大最小問題っていうものも、奇跡領域とパラレルに考えると、今まで、なるほど、これ存在条件か、厄介だな、気づかないな、みたいな思ってる方もいるかもしれないですけど、それは当たり前、絶対できるはずの問題なんですね。じゃあ一方で、よくある、x2 乗がマイナス1以上2以下の範囲で、その x2 乗の地域を求めてあげましょうっていう問題ありますよね。これも誰もが0から4っていう風にすぐわかると思うんですけど、グラフ考えて、これも実は逆造法から流してあげるっていうことが本来のあり方かなと思うんですよね。x2 乗イコール k。この x2 乗 k と置いてあげると、k 以外のパラメータ x の存在条件、すなわち、これの範囲で解を持つような x の存在条件を求めようっていうわけですね。で、これ x2 乗 -k イコール0っていう風にして、解の配置問題できるわけなんですよ。こうやってグラフ書いて、x2 乗 -k イコール0っていう風にグラフ書いて、あとはマイナス1と2のここの間でぶつかるような k の範囲を求めてあげれば、この存在条件を求めるというよりも、定数分離の形で見た方が早いですよね。これを y イコール k、y イコール x2 乗という風に見てあげる。そうすると当たり前ですが、y イコール x2 乗っていうものを書いてあげて、最大最小、こうやってぶつかるところを考えてあげると。y イコール x2 乗がありますよね。あとはこうやってぶつかるところを見てあげると、0から4。ここの間でぶつかるんだなっていうことがわかるので、k の範囲が0から4と。だから、これが順造法に対応する考え方ですよね。定数分離として見てあげる。で、ここの部分があまりに当たり前すぎなので、全部カットしてあげてるんですよ。全部カット。だから、順造法をやるときも、なんならその一回逆造法を挟まずにカットして、そのままこういう風に見てあげることもできるっていうわけですね。だけど、慣れないうちは、まず逆造法っていうのがあって、逆造法で存在条件っていうところの
名のもとに純増法の最大最小問題があるっていう風に、こういう風に入れ込めば、全てが綺麗に繋がるんですよ。だからこそ僕はこういう考え方でやって、そうすればロジカルに全ての事象がわかるよね。しかも最大最小問題もこういう風に見れるよねっていう感じですね。だから、こういう風なのが背景にある。イコール K っていうのが背景にあって、定数分離っていう形で、結局こう、ぶつかるかな、ぶつからないかなっていう風な形で、このグラフを考えてるんだなっていう風にわかるんですね。ということで、少なくともこういうある関数が与えられて、その地域って言われたらグラフを書くっていうのは当たり前ですね。定数分離なので。という感じ。じゃあもう一つ最大最小の問題でパターンありますね。例えば FST、二変数関数。こういったものの最小値を求めるっていう問題があった場合、もちろん何をするか。二変数関数なので、一文字固定で考えますね。だからこれ例えば、t の方を固定して、s についての変数で見てあげると、s についての二次方程式なので、こんな感じで平方完成できますね。すなわち、s イコール t の時、t を固定したら s イコール t の時に、その FST は最小になるわけですよ。じゃあさらに、その固定を外すと、ここの部分が、このように平方完成できるので、最小値はマイナス3の時。で、それが t イコールマイナス2、かつ s イコール t の時だから s イコール t イコールマイナス2の時、最小値がマイナス3っていう風になるわけですね。これが一文字固定の考え方ですよね。で、それを奇跡領域問題にそのまま流用できるんですよ。すなわち、2つの文字が動く奇跡領域の問題は一文字固定でできるっていうことですね。例えば、ベクトルの終点。もうこれかなり東大とかでは品質ですね。だからこれは分かってないと話にならないんですけど、これは今回ではなくまた別の機会にお話ししようかと思います。ただ少なくともベクトルの終点問題っていうのは、こういう2文字の最大最小問題とパラレルに考えると簡単。要は最大最小は S と T がどっちも動いて、どっちも動くから分かんないやってなった時に S と T の片方を固定してあげて S だけを動かして、で、ここの時最小ってなったらあとは T を動かして全体の最小を求めてあげるというのと一緒。奇跡領域の問題はこれのベクトルとこれのベクトルの足し算っていったものがどういう風になってるかなっていう風にこのベクトルの足し算ですね。こいつの終点の軌跡がどうなってるかなって考えるときに、これどっちも動いたら厄介だと。じゃあこいつを止めたらどういう図形動くかな円だみたいな。例えば。そしたら、あとはこいつがどういう図形動くかっていうふうに考えて、例えば円動くとしたら、この円をこの円に沿って動かしてあげれば20円になるってことですね。今のはすごく雑にやったので、わからなかったら、そんなのもあるんだなっていうふうに思ってもらえればいいんですけど、要はこういう最大最小問題っていうものと奇跡領域問題っていうものは行ったり来たり、すべて1対1でいろんなもの対応してるわけなんですよ。っていうことが分かってもらえれば、それ、どっちの問題の方の見方も根本的に変わっていくんじゃないかなと思います。ということで、はい。ついに奇跡領域完全パターン化、これ、終わりましたね。はい。ということで、ボリューム1から全部最後まで見ていただいた方、本当に嬉しいなと思います。で、そうですね。とりあえず、奇跡領域の方は終わったんですけど、他の、要望がたくさんあるので、他の分野についても、その完全パターン化目指して頑張っていこうと思うので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。ということで、よくわかったよっていう方は、チャンネル登録、高評価、あとコメントとかで、いろいろ感想とか聞かせてくれると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。